皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はスイッチボットから出ました K10 プラスという小型のロボット掃除機をご紹介したいと思います。このロボット掃除機の特徴としましては、この日本人の繊細さに合ったスイッチロボット掃除機とも出ていますが、非常にコンパクトなサイズになっています。特徴としましてはですね、本体サイズがまず従来のものに対しまして 50% もカットされていますね。めちゃめちゃちっちゃくなっています。そして 2500PA のパワフルモーターが搭載されていて、細かい汚れも徹底的に吸引するというスペックになっています。またゴミ収集ベースに自動集塵されて、なんと最大70日間もゴミ捨て不要ということで溜め込むこともできますね。そして掃除とともにですね、モップがけを同時にすることもできるようになっています。このあたりもね、実際やってみたいと思います。そして運転音が大幅にカットされているということで、静かなほどいいですよね。そしてアプリで賢く便利とありますが、スイッチボットのアプリを使って連携してより使いやすく便利になっているということです。このあたりもね、アプリと連携してやってみたいと思います。というわけで、これから開封時使っていきたいと思いますけど、使用感も含めましてお届けしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。はい、今ようやく設置が終わったところになりますけど、いかがでしょうか。めちゃめちゃちっちゃいですね。この K10 プラスのサイズになりますが、25センチの直径ということで、めちゃめちゃ小さくなっています。そしてこちらね、ロボット掃除機によくありますけども、レーダーの方がね、しっかりついています。そして背面を見ていただきますと、こちらに装着しましたブラシがついています。そしてね、背面のところにはゴミの収集ボックスがついています。ではこれからね、実際にロボット掃除機が動いている様子をご覧いただければと思います。清掃開始します。ということで、めちゃめちゃ静かですね。辺りを見回しています。段差はどうでしょうか。はい、結構厚みのある段差も乗り越えてくれました。今掃除機が動いている状態で私が話しているんですが、いかがでしょうか。ポールがあるところもね、しっかり避けていってくれています。はい、一番角に入りました。スチールラックの下はどうでしょうか。今向こう側に見えます掃除機は従来から使っていたちょっと大きめのものですね。全然サイズ違いますね。いや、すごいですね。こういった隙間も入っていってくれて掃除してくれています。はい、あれからですね、しばらく使ってみたんですけども、これは本当にね、予想以上に良かったです。もうなんといっても、このコンパクトさに尽きるんじゃないかなと思います。このサイズが、やっぱり一般的な日本の住宅には非常に合っているというふうに思いました。では、しばらく使ってみた上で、良かった点について少しまとめてみましたので、お伝えしたいと思います。まずその一つ目になりますけど、このK10 プラスは非常にこの段差の乗り越える力っていうのがロボット掃除機にしては非常に強いんじゃないかなと思いました。見ていただくとわかりますが、このダンパーが非常に深く沈み込むことがわかります。ここから見てね、このように段差をこのように乗り越えてくれるわけですね。ですので、我が家のクッションマットだいたい1センチくらいの厚みがあるんですけども、ガンガンと乗り越えてくれますのでね、何にも止まらずに部屋の中をずっと掃除してくれました。次に良かったのは、家具や机の足とかですね、こういったね、壁の縁を含めまして、その手前でゆっくりになりまして、ぶつかることにはぶつかるんですが、家具そのものもそうですけどね、ガンガンぶつからないっていうのはいいんじゃないかなと思います。そのあたりも特徴としてあるかなと思います。ですので、椅子とかテーブルの足、壁、そのあたりのこの部分に当たるっていうところが非常にね、ゆっくり当ててくれるので、そのあたりもすごく良かったなと思います。そして次にね、良かった点は、このやっぱりコンパクトさゆえに小回りが効くということと、厚みを抑えられていますので、狭いところにガンガン入ってってくれますね。我が家のソファーは、ソファーのクッションから下はだいたい20センチぐらいの空きスペースがあるんですが、そこはね、十分入ることができます。その中でも高さの面で一番良かったのは、ベッドの下とか掃除するのと結構大変ですよね。水拭きシートみたいなのがたくさんあって、手を伸ばして入れないといけないということがあるんですが、なかなかそこは掃き掃除まではできませんが、
が、こちらであればベッドの下に入っていってくれて、掃除をし、そしてその後にね、水拭きもできるっていうのが非常にいいなと思いました。助かりますね。毎日毎日ね、ベッドの下やる必要はないかもしれませんけども、そのあたり定期的にできるっていうのは、ロボット掃除機の強みが発揮できているんじゃないかなと思います。そして次にね、良かった点は、動きがね、非常に機敏なんですね。そして静かです。もう動いている時は、もうキビキビ動いてくれますね。もちろん停止してぐるぐる回って考えていることはあるんですけども、その後にね、勢いよく結構動いてくれます。さすがね、最新のモデルだなと思います。そしてなんといってもね、音が静かになります。モードとしては3種類あるんですけども、通常のモードで使いましたが、それでもね、十分静かだなと思います。これであれば、マンションやアパートの方であってもね、これの静かさであったらそんなに周りに迷惑かけないんじゃないかなと思います。隣の部屋だと動いてるのかなって思うぐらい静かでした。そしてね、次に良かった点は、先ほどもお伝えしましたが、こちらね、水拭きシートを使うことができまして、集塵機のこの蓋のところにこちらを収納できるんですが、このようにセットしますと、自動的に水拭きモードに変更してくれます。そしてここにお掃除シートをすることによって自動的にお掃除をしてくれます。やっぱりね、普段やらない廊下とか床をいつも水拭きするっていうのは結構大変労力のいることですので、経典プラスが代わってやってくれるっていうのもすごくいいなと思いました。実際やってみたんですけども、完璧にね、人間の手でやるよりは少し力が入っていないかもしれませんけど、自動でやってくれるっていうのがもう何よりも一番メリットじゃないかなと思います。最後にお伝えしたい点、その一つは、スイッチボットの専用のアプリを使って見ることができますが、マッピング機能っていうのがあるんですね。こちらにレーダーがついていまして、これでその使用する場所の間取り図とかですね、自動的に作ってくれるんですね。各部屋ごとにお掃除したい場所を指定して、そこだけやってもらうとかもできます。もちろんスケジュールを組んで掃除をすることもできますし、そういう意味でね、このレーダーで部屋割りを作るよっていうこと、そしてこの行ってはいけない場所をね、線を引いて、それよりも向こうは行かないでくださいっていう設定もできますし、この四角で囲って、ここはやらないっていうね、そういった設定もできます。逆にここだけやってほしいっていうこともできますので、そういったね、こう自由自在にこのロボット掃除機経典プラスを操れるっていうのもすごくいいなと思いました。というわけでメリットをね、すごく上げてきましたけど、唯一ね、ここはなーっていうのは一つだけあります。それ何なのかと言いますと、このね、集塵機、掃除終わった後戻ってくるんですけども、ゴミを吸ってくれるんですね。ですので、それは一つ自動でやってくれるのはいいんですが、めちゃめちゃ爆音です。ですので、日中のなるべく人が活動している時間帯にやるっていうのがいいんじゃないかなと思います。とにかく爆音ですので、その辺だけお気をつけください。ただ、それぐらいの勢いで吸ってくれますので、この中にあるゴミのタンクが本当に綺麗に空になります。はい。というわけで、今回スイッチボットの経典プラスね、ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃいいですね。もうすべてこのサイズに尽きて、少しでも小ぶりのロボット掃除機で、しかもしっかり動くっていうものが欲しかった方にとっては、このモデルはね、結構最適じゃないかなと思います。そして70日分の集塵ができるこのタンク、これもすごくいいなと思います。専用のこういったゴミパックが必要にはなりますけども、70日間捨てなくていいって半端ないと思います。最近サイクロン掃除機とかね、スティック型のありますから、すぐにね、ゴミタンクがいっぱいになって、たびたび捨てないといけないわけですね。で、しかもその時に捨てる時にホコリが舞いますので、そういった意味では、やっぱりこういったね、人手に触れずに吸い取って、ゴミが舞い散らないで集塵されたゴミが捨てられるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今回ね、スイッチボットの経典プラスをご紹介しましたが、いかがでしょうか。気になった方は概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひそちらの方をご覧いただければと思います。というわけで、本日は以上となります。この動画が良かったという方は、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。